キンコンカンコン。皆さんこんにちは。ももはだラジオのももはだです。いやー、9月半ばというのにとっても暑い日が続いてます。今日の日本の最高気温は35度。めちゃくちゃ暑い。もう昔で言うと9月って秋やなーって、秋の気配感じるなーって思ってたんですけど、確かに秋の気配は感じる。朝とかちょっと暑くなる時間が遅くなったような気はする。でももう真っ昼間のこの太陽の日差しとか、本当に気温の高さ、じりじり肌を焼き付けるこの感じはもう真夏同様です。なので今年の夏は私結構タンクトップを着てたんですけど、まだいけます。タンクトップ。昔はタンクトップ、もう9月やのにタンクトップ着るっていう感じでちょっと恥ずかしかったんですけど、まだいけます。今年はまだいけます。ちょっとね、日本も夏が長くなってきたように感じますね。皆さんはどんな感じですか？もう涼しいですか？コメント欄にお願いします。はい。ということで、前回のラジオお便りコーナーを初めてやったんですけど、ジェイセンさんからの真心こもったコメントもまた心が温まりました。ありがとうございました。はい。ということで、今回のお便りコーナーを早速シェアしていきたいと思います。今回は3件お便りをシェアしていきたいと思います。ラジオネームカイさん。国籍は台湾。23歳男性からのお便りです。お便りのジャンルは選択されておりません。ということで内容に行きます。9月1日から仕事が始まるのでちょっと心配しています。私に頑張ってと言っていただけませんか？ちなみに私の名前と解散という言葉と同じ発音だってことをさっき気づいたんです。面白くないかな？以上の内容で十分？ありがとうございます。お名前がカイというお名前の方なんですが、カイさんとさん付けで読んだ場合、日本語の解散という発音が同じだそうです。すごい。そこ気づけるって結構日本語勉強してますよね。面白くないかなって聞いてくれてるんですけど、めっちゃ面白いです。今日の飲み会はここまで。解散って言った時に解散と同じってことですよね。確かに。でも発音が同じでも前後の話の流れからみんなわかりますよね。それはどこの国でも一緒かな。うん。伝わりますもんね。いや、でもそこに気づけてそれをお便りでいただくっていうのが、このエピソードが私はすごく面白かったです。なんか世界共通して発音っていろいろあると思うんですけど、もうかぶってる言葉だらけでしょうね、発音とか。私は勉強っていうほどでもないですけど、英会話をちょっと勉強したことがあるんですけど、やっぱ発音に気づく前にまず自分のことで必死ですから、そこにまず気づけなかったですね。
なのでこのカイさんはかなり日本語勉強されてるんだなと思います。ただ気になるのは9月1日から仕事始まるということなんで、なんか新しい仕事にチャレンジされるのかなっていうように思います。ちょっとね、詳細はキャッチボールできないんですけど、っていうかもう9月1日を過ぎてしまったんですけど、今更ながらお伝えします。頑張って、ファイティン。カイさん、ありがとうございました。はい。続いてのお便りは、ラジオネームヒラルさん。国籍インドネシア、19歳の男性からのお便りです。お便りのジャンルは、日本の思い出。頑張って。ところで、私は関西弁が大好きです。今月は徳島で働くために日本に行きます。本当は京都に行きたかったのですが、徳島に行きました。大丈夫です。友達になれたらいいなと思います。ありがとうございます。きっとこの頑張ってと最初に言ってくださってるのは私のこの桃肌ラジオが始まってすぐにお便りいただいただと思うんです。なのでその応援を込めて頑張ってってメッセージをくれたんだと思います。関西弁が大好きって言ってくれてめっちゃ嬉しいです。なんかどう頑張っても関西弁っていうか関西のイントネーションになるんで、いやそれを好きだと言ってもらえるってやっぱ嬉しいですね。京都に行きたかったっていうところは確かに日本といえば京都っていうところありますよね。徳島でお仕事をされるってことでどんなお仕事されるのかちょっと気になるところなんですけど、徳島は自然がいっぱいで、なおかつちょっと行けば繁華街、ちょっと行けば便利な街に行ける、そんなイメージがありますね。穏やかなそんなイメージ。うん。友達になれたらいいなと言ってくださってありがとうございます。ぜひね、この桃肌ラジオでどんどん発信していくので、私のことを日本人の友達やと思って聞いてくださると嬉しいです。ありがとうございました。続きまして、ラジオネームクワンヘンさん。国籍は韓国。49歳の男性からのお便りです。お便りのジャンルは文化の違いを感じたとき。電車の階段と文化の違い。この前、日本の友達と韓国の友達と一緒に電車に乗ってたんです。エスカレーターとか階段って片側を開けるルールがありますよね。日本の友達は自然に片側を開けながら、やっぱり日本人って秩序を守るのが上手だよね、と言ったんです。すると韓国の友達がちょっと冗談っぽく、車も来てないのになんで片側だけ開けないといけないの？両方使った方が早いじゃんって言いました。そこで私は笑いながら説明しました。実はね、日本人が片側を開けるのは正しいからじゃなくて、みんながやってるから自分もやらなきゃっていう心理が働いてるんだよ。夜中の3時でも信号を守るのと一緒なんだよね。そしたら韓国の友達が首をかしげて、じゃあ
僕が反対側を使うのはルール違反なのって。私は笑って答えました。韓国ではね、状況に合わせて柔軟に動くのが普通なんだよ。効率とか個人の選択を大事にする文化だから、必ずしも秩序を守らなくても大きな問題にはならないの。だから日本と韓国では同調圧力の強さが違うんだよ。日本の友達も、なるほど。僕らが秩序を守るのが得意だと思っていたのは文化や心理の違いなんだねって納得。最後に韓国の友達が笑いながら、そうそう、大事なのは誰が正しいじゃなくって文化の違いを理解することだよねって。結局みんなで階段を上りながら、文化は違うけど理解すれば楽しいし幸せだねって笑い合いました。ありがとうございます。いやー、深かったですね。まさに文化の違いを感じられてるのかなと思いました。確かにね、日本ではエスカレーターや階段ではその矢印通りに行くし、まあ東京と大阪でちょっと違うんですけど、大阪の場合で言うとエスカレーターの右側に立ち止まって乗ります。で、エスカレーターの左側では、歩く人が通る方みたいな、なんか誰かが決めたルールというか、そういうのが秩序っていうんですかね。に、沿ってみんな行動されてます。例えば、右側を立ち止まってエスカレーターに乗る人は時間に余裕ある人。で、左側を歩いて登る人ってちょっと時間がなかったりとか、急いでる人がそっちを歩いて登るみたいなところがあるんで、そこをやっぱり立ち止まってる人がいたら、ちょっと違和感感じるし、早く登ってくれないかなってちょっとこう思うことがありますよね。別に急いでなくてただただ上りとか下りを歩きたい人がいるならば、まあちょっと多分まあいいかって諦められるんですけど、急いでたらちょっとすいませんって言う人もいるんじゃないかなと思いますね。まあ基本的にルールではエスカレーターでは立ち止まってお乗りくださいっていうルールがあるので、まあ、秩序ってどこまでこう共有できるものなのかっていうところはちょっと謎なままかなって思います。ワンオヘンさんが、送っていただいたように、この集団の同調圧力っていうのは確かに日本は強い方なんだと思います。ちょっと人と変わってることをするのが苦手な人が多い。人と一緒のことをしていると安心する人が多い。それも日本の文化の一つだと思います。本当にこうちょっと人とずれてるな、人と変わったことをするなっていう人ってやっぱり目立ちやすい。うん。なんかそれを尊重してあげたい反面、ちょっと理解できないよね。そうだよね。っていう仲間を作ってしまうのも日本人の悪いところでもあるかもしれないですね。なんかいい反面悪いところもある。そんな感じですね。うん。なんかこういう公共の場で行動を行うときはやっぱり秩序通りに行動した方が気持ちよく過ごせる。そんな感じですね。公共の場でやっぱり個性を大事にするというふうにはこう捉えられないのが日本の現状なのかなと思います。
そうですね。それが日本の美しいところでもあり、ちょっと堅苦しいところでもある。私もね、大阪に住んでるから、エスカレーターで言うと、右側に立ち止まって左側を歩く人。東京に行くと、それが反転するので、そこを必ず気をつけるようにはしてます。間違うと、後ろの人に迷惑かかるんじゃないかなって思って、やっぱりそこはちょっと気を引き締め直す瞬間だなって感じます。日本は日本でもそういうところはちょっとパリッと適材適所ではないですけど、その土地のやり方に合わせるは気をつけるようにはしてますね。コアヘンさんが送っていただいたこのエピソードをもとに、私もそういう風に見直すきっかけになったなと思います。世界からのこういうエピソードをいただくと、日本の文化っていうのがよくわかるなと思います。日本人と韓国人のお友達を持つコアヘンさんは、私からするとすごい貴重な経験をされてるんだなと思って、羨ましく思いました。素敵なエピソードでしたね。なんかこうずんと心に響くエピソードに感じました。ぜひその辺に着目して、日本でのご旅行や生活を楽しんでいただければと思います。ゴンヘンさん、ありがとうございました。はい。ということで、ちょっとね、私も経験が浅いっていうか、もう日本にいることが長いので、海外からのお便りは本当に心に刺激になります。皆さん日本に来てくださったり、日本人とのエピソード聞かせてくださったり、本当に嬉しいです。なんかね、私から直接日本の文化を伝えるっていうのは、やっぱ比較対象がないので、難しい部分ではあるんですけど、ちょっと何か探してみて、これが日本なんですっていうラジオもいつか撮りたいと思ってるので、それもまた楽しみにしていただければと思います。はい。それでは、この辺で、桃肌でした。キンコンカンコン。